どうも皆さんこんにちは、あきやです。マジで買ってよかった最高のカメラガジェットアイテム7000。いや、半年ぶりぐらいのこの企画ですよ。大人気のね、この企画を、ここでやっていきたいなというふうに思ってるんですけれども、今回もね、なかなか、出てきますね。いろいろと。僕もこの企画ね、結構今まで出してきて、すごく人気でね。で、ネタいつかもなくなるやろうな思ってたんですけど、全然、いいものが出てくるんですね。はい。言うてね、この最近出たっていうものもあるけど、最近ね、ちょっと使ってみてよかったっていうものがこの半年ぐらいですごく見つかったんですよ。で、全然ね、今回コスパというか、結構低価格なものばっかり集めてますので、結構ね、たくさんの方にね、そんなあったんだっていう感じでね、知ってもらえるものが多いかと思うので、ぜひね、最後まで見ていってほしいなと思っております。今回ね、多分 Amazon のセールもね、被ってることだと思うので、全部の商品がセール対象というわけではないと思うんですけれども、ものによってはね、Amazon セールと被ってるものがきっとね、あるかと思いますので、皆さんの日々の活動とか作業ね、より快適に効率化させていけるものがね、多いかと思いますので、ぜひね、楽しんで見ていってほしいなと思っております。はい。ちなみにこの後ろのアキヤムーピーのこのネーム見てください。はい。これね、ちょっともう貼ってみました。結構いい感じにスタジオがね、だいぶ完成してきたんじゃないかなと思うんですけれども、新スタジオもかなりね、いい感じに組めてきておりますので、これからもね、ちょっと変わるかなっていうのと、あともう一個こっちで別で作っていますので、はい、そちらもね、楽しんでもらえたらと思います。ということで、それではね、早速やっていきましょう。まず一つ目がですね、じゃじゃん、こちらになっております。はい。これ見たことない方きっといるんじゃないでしょうか。これマジでね、絶対知っておいてください。はい、いつかね、使うこと出てくるかもしれません。これ何かというと、フィルターをね、簡易的に取り外すことができる、はい、専用のね、レンチとなっております。これこんな感じでサイズがね、3展開あるんですけれども、それぞれのね、フィルターのサイズに合わせて取ることができるんですよ。皆さん、フィルター取れなくなったことありません？僕たちちょうど今このね、50-150mm、先日レビューをお届けしたと思うんですけど、このね、フィルターに今 96mm から 82mm のステップダウンリングをつけてるんですけど、これがね、素手じゃちょっと取りにくくなっちゃったんですよね。こういった時にですね、このフィルターを取りやすくするためのものになってるんですよ。絶対あるでしょう。みんなこのフィルターがね、取りにくくなってしまって、どうしようって焦ったりとかね、どっか持ち込まなあかんかなって思った人いると思うんですけど、こういう風にね、レンチを挟んであげることによって、スカッと回してあげると、はい、取れます。めちゃくちゃ簡単に取りました。なので、これどうND とかさ、結構詰まっちゃった人いると思うんですけど、これね、ほんまにめちゃくちゃ便利やし、あとこれがあることによってね、しっかりきつくね、締めてても後から怖くないというか、撮影現場でもね、フィルターが取れなくなって焦ることもないんで、今結構かなりね、強く締めましたが、これで、ちょっとコツはいるんですよ。なんか出てしまう時があるんで、ここをね、ちょっと押さえながらね、回してあげると取れやすいんですけど、はい、こんな感じね。正直ちょっとコツはいる。ちょっとね、慣れないとね、なかなか難しいかなと思うんですけど、マジでね、取れやすいんで使ってみてください。で、なんか今 Amazon でね、アップグレード版みたいなものがあるんですけど、僕はね、普通のスタンダード、通常版でね、問題なく使えております。値段も1000円ぐらいで買えますので、3種類あれば、37mm から 95mm までのね、セットで、使っていくことができるので、1個1セットね、持っておいても、使うときはね、出てくるんじゃないかなと思いますので、よかったらこのフィルターレンチちょっと使ってみてください。てか、覚えておいてくださいがいいかな。はい、というわけでね、続いていきましょう。次が、じゃじゃん、こちらでございます。小型の AI レコーダーになっています。これはプラウドノートプロというね、ものになっていますと、これですね、カード型になっていて、はい、なんと 2.9mm というね、3mm 程度の厚さで 30g しかない、めちゃくちゃ小型軽量な、カード型のボイスレコーダーとなっています。AI がですね、録音したね、音声とかを、要約をしてくれると。で、それらがワンタッチ物理ボタンでもできるし、あとはね、これちょっと今ね、実際に録音中なんですけれども、ハイライト機能をね、押したりだとか、ここにディスプレイがね、1個ついていますので、ここでね、バッテリー残量を確認したりとかね、そういったことができる、プラウドさんの、一番今のところハイエンドモデルかな、といったところのものになっています。今回ね、ちょっとこのプラウドさんにね、サポートしていただいてるんですけど、これガチでね、僕購入検討してたんですよ。もう買う手前でね、ちょっとお話いただいたので、マジかと思って、めちゃくちゃいいタイミングやと思って、ちょっとね、せっかくなんで使ってみて、あまりにもやっぱいいのでね、ちょっとご紹介をしたいなといったところになっています。ちょっとこの音声
切ってみますね。長押しで切れます。はい。で、ディスプレイがね、こんな感じでありますといった感じです。でね、今撮影する前にね、録音を開始してたんですけど、終わったらね、こんな感じですぐにね、転送が始まるといった形ですね。で、プラウドさんにね、結構いろんな種類があるんですけど、このノートプロのね、主な特徴からいきたいと思うんですけれども、前のモデルとかもいろいろあるんですけど、このプロバージョンになったことによって結構いろんな進化があって、まず1個が圧倒的なね、集音性能と AI 性のね、指向性の録音ができます。最大5メートルの広範囲をね、カバーする、4機のマイクが内蔵されていて、で、AI 技術をね、使って、雑音の多い場所であったりとか、広い会場とかでもね、クリアに録音することができます。で、自分だけじゃなくて、大人数とかね、会話とかももちろんだし、ミーティングとかそういったところでも、しっかりと識別を、人をね、識別して、録音をね、していくことができると、そんなね、特徴があります。で、あと言語ですね、めちゃくちゃ大事なところが、日本語、英語はもちろんのこと、112カ国語のね、ほとんどの言語に対応しているというところなので、あらゆるね、場面で使える。僕、これをね、検討したのが、本当にね、やっぱアップルイベント行った時とかに一番痛感したんですけど、やっぱりね、いろんな製品のね、情報を知ったりだとか、やっぱ海外でいろんなね、コミュニケーションを取るときに、やっぱり英語がね、そんな堪能じゃないので、どうしてもやっぱ後からね、あれどういった内容だったんだっていうところをね、すごく逃してしまった機会がめちゃくちゃ多かったんですけど、そういった時にね、この物理ボタンを一発押してあげて、これをね、もう iPhone の裏につけておくだけで使うことができますから、そういったね、いろんな専門用語とかが飛び交うようなシーンでも、正確にテキスト化をして、文字起こしと録音両方ね、してくれるといったところがあったりします。で、あとバッテリーの容量もすごく良くて、最大ね、50時間の連続録音が可能になっています。これは起動じゃなくて、録音自体が最大50時間できるので、結構持ちますよね。50時間連続で使うことほぼないんで、2、3週間ぐらいはね、全然使えるかなといったところですよね。で、あとスマートデュアルモード録音っていうものがあって、通話録音と対面録音っていうものをね、この AI が自動で識別してくれるんですよ。これ前のモデルだとね、設定を自分で切り替えないといけなかったみたいなんですけど、要はね、これカードケースに取り付けて、で、これを例えばスマホの裏につけますと。で、この状態で通話すると、これを今通話だっていうものを認識してくれて、で、それを対面で会話形式でしっかりとね、議事録というかね、テキストをね、残していってくれると、これ結構使えますよね。で、本体のね、バッテリーも非常に見やすくなってますし、このね、モニターが今回から搭載されているので、やっぱりこれはね、すごくありがたいところですよね。残量上がるのは結構大事ですよね。で、その他にもマルチモーダル入力っていうものがあって、例えば録音したね、ミーティングとか会議があるじゃないですか。それが終わった時とかに、それに合わせて手元のね、資料を、この内容のことですよであったりとか、テキストとか画像とかメモとか、複数のね、情報を一つのデータとして統合できると。なので、録音中にね、パワーポイントとかスライドのね、内容とかを取り込んだりするだけで AI がね、その内容をより深く理解をして、しっかりとね、判別、識別をして、要約をね、精度を上げてくれると。そういったところの特徴もあったりします。で、あと Ask Cloud という機能があって、実際にね、要点をまとめてもらったもの、要約したものに対して、質問をね、したりすることができます。今回の会議の要点をまとめてとか、メールの文章にして返信文を作ってみたいなとか、そういった次のアクションまで、この Ask Cloud でね、聞いたり、指示を出してもらったり、あとはね、聞いた話だと、自分のね、今回のプレゼンに対して評価をくれたりとかね、そういったこともできるみたいなので、双方向のね、コミュニケーションが AI とできるっていうところが、一個ね、やっぱり強みかなといったところがあります。ちょっと実際の使い方見ていきたいと思うんですけど、まずね、録音自体はワンタッチで長押しをしてあげるだけで、これで始まりましたと。はい、これで今ね、実際に僕がね、話しているような会話が流れていっています。ちょっとデモ用にね、プラウドさんの会社概要をね、一回僕ここに話してみますね。ちょっとこれ早送りで送ります。プラウドは2021年11月に米国サンフランシスコで設立された AI ハードウェアとソフトウェアを統合して開発する AI ネイティブ企業です。数億時間に及ぶ音声データの処理をサポートし、ビジネス市場の生産性を劇的に変革し続けています。はい、こんな感じで、録音ができました。で、一旦ね、ちょっと録音止めてみて、元データを見ていくと、こんな感じで録音のデータが。7月に日本に拠点を置くグローバルな iPhone とこのように、はい、結構ね、しっかりと人の音声をね、しっかりと認識して録音ができているのがわかると思います。で、これをね、もう生成で要約をしていくことができますと。はい、今すぐ生成してみましょう。録音時間に応じて、このね、生成の時間っていうのは変わってくるので、ちょっとね、待ってあげる必要はあるんですけど、はい、こんな感じで2、3分待ったらね、要約をね、してくれました。こんな感じでできていますね。結構精度もね、いいですし、この下にね、マインドマップとかもあるんですよ。これすごいよね。
こんな感じでマインドマップをね見ることもできたりとか、あとね一回一回ハイライトを押してたと思うんですけど、そのハイライトの部分にこうやってね印をつけてくれて、そこをね、見出しとして予約してくれる、この3年未満でユーザー1000万人突破って、すげえなと思ってハイライト入れてたんですけど、そういったものがピックアップされていますね。でこのねプラウド AI のすごくいいところが、ここのプラスボタンを押してあげると、この要約をどういう風な形式でやっていくかっていうのをね選ぶことができます。一般ミーティングスピーチとかいろいろあるんですけど、これで要は最適なね、その自分の仕事業務とかに合ったものを選んで、今僕が一人喋ってただけなんで普通のね要約でいいんですけど、例えば全員でね会議ミーティングやった時に会議秘書でやるのか、あとはね講義の要約とか基調講演の要約とかね、結構電話系インタビューとかすごく良さそうですよね。その文字起こしとか、この人はこの人みたいな感じで、要はインタビューとかにしておくと、そのね起こした文字を、その動画の編集の時にそのままコピペで貼り付けていくみたいなところでも使えると思うしみたいな、こういう風な、テンプレートをね選んで要約させることができると、ここめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。で録音が終わったらね、自動的に転送してくれるんですけど、そのやり方が Bluetooth と Wi-Fiの2通りのやり方があって、速度もねちょっと両方変わってくるんですけど、Bluetooth とかつなげて置きっぱにしておけばすぐにできますし、Wi-Fi を通じてやってもいいですし、終わったものはねすぐに、この iPhone で確認できるようになっています。で僕がめっちゃいいなと思うのは、実際に、要約とかいろいろと一段落終えたら、僕メールをね設定して、メールにねもう転送するように設定したんですよ。これが結構良くて、メールでねアクセスをしても PC で開くことも多いじゃないですか。なのでもちろん PC のねプラウド AI の画面もあるんですけど、メールからそのままね、転送したりだとか、自分に送ってそのままメンバーに転送したりとかね、そういったこともできたりするので、僕はねメールにダイレクトに送れるこの設定が結構ね僕は重宝していたりします。で先ほど伝えたこの Ask Cloud でここから、質問を、ね、することができますと、日本のシェア率どのくらいなのかみたいな感じで聞いてあげたりすると、質問を分析して AI ボイスレコーダー市場においてプラウドは約7割のシェアを持っていますみたいなね感じで答えてくれたりするので、これいいよね。はい、いろいろ質問できるっていうのがすごくいいところだと思います。はい、でその他にもね、先ほど撮影時にね、はい、回していたものなんですけど、こんな感じでね要約ができていたりしますね。すごいね、画面で画像も出してくれてますね。さっきのフィルターのレンチの話なんですけど、はい、こんな感じで、すごいね、フィルターとプラウドノートまで行ってて、はい、導入コスト1000円 30g、 これすごいね、画像でまとめてくれてるね。こんな感じもできたりしますね。はい、わあこれいいねはいはいはい。でもちろん元データから文字起こしを見ることができます。ちょっと自分の名前秋 A とかなってますけど、これは最初に言っておけば解決するかなと思うんですけど、はい、文字起こしデータもしっかりと保存されているといった形です。っていうのがプラウドノートプロというものになっていて、これはね、はい、こんなケースが付属していて、つけて、はい、使うことができて、であとねもう一個別のものがあって、はい、これですね、プラウドノートピンというのもあります。僕こっちもねちょっと出番がありそうで、もしよかったら両方ともお送りいただけないですかって言ってちょっとねお願いしたやつなんですけど、要はこっちはねこっちでいいんですよ。スマホとつけることができて、ただ僕ねスマホねポケットに入れながらこう体験をしながら話を聞くってことがやっぱあるんですよね。なのでどうしてもこのピンタイプのものでこうやってつけておいて録音をしながら、何かこう作業したり実際のハンズオンしたりっていうのがやりたいんですね。なのでこっちも絶対必要だなと思って、こういったノートピンっていうタイプもあります。こっちはどういったものかというと 16.6g の非常に軽量なものなんですが、これ長押ししてあげるとバイブが鳴ってこの赤のね、はい、点灯サインが出てきますので、これで今録音ができているといった形ですね。物理ボタンっていう感じではなくてこの感触的なところなんですけど、はい、これで今切ることができましたが、同じように今録音できています。でこっちは Apple のね探すに対応していたりだとか、あとはここにね引っ掛けのストラップのね金具の部分があったりするので、ネックストラップとしてもね使えたりとか、こういう風にピンにしてあげたりとか、あとはねこんな感じで挟んであげて、つけたりとかね、結構いろんな使い方ができたりします。リストバンドとかもあったかな。でそんなねこの2つの価格になるんですが、プラウドノートプロが3800円でノートピンが27500円となってます。そんなめっちゃ高いわけではないかなと思いつつ、安い買い物ではないんですけど、やっぱりね生産性というところが必ず上がる気がするので、僕はねこれ絶対価値はあるなと思ってますし、これほんま忖度なしでマジで買おうと思ってたところのお話だったんで、めっちゃラッキーって感じではあります。ただねちょっと注意点がありまして、プラウド AI の費用が別でかかってくるんですよね。プランはこんな感じになってて、スタータープランが無料でね使うことができる、月300分の文字起こしができるようなプランになってます。これだと無料でできる。ただそれ以上になってくるとプロプランの月1200分の文字起こし、もしくはアンリミテッドで無制限にしていくみたいな感じで、
ちょっとこれ高いんですよね。はい、正直高いと思います。僕としてはサブスク自体は理解はできます。やっぱ AI なんでね、API を使っていろんなところのチャット GPT とか OpenAI とかね、Gemini とか使ってやってるっていうところだと思うので、そこの使用量っていうところはね、確かに理解はできるんですけど、ただ、ちょっと高いですよね。全然 AI1 個契約できちゃうぐらいの迫るような値段ですから、それだったら本体をね、もうちょい上げて、サブスクをね、月400円とか、それぐらいまで下げてほしいなっていうところが正直ではあるんですけど、でもね、要はビジネス用途の方ですよね。結局やっぱこれを使って自己投資として元を取るという、そういった視点で活用する方とかは、全然ありなのかなとは思うんですけど、値段はね、ちょっとそれぞれなので、はい、僕はね、ちょっと高いなと思いますが、皆さんいかがでしょうか。とはいえね、僕たち今ね、チームでしっかり会社でやってますので、ミーティングも増えてきましたし、あとはね、ハンズオンで体験会に行かせてもらうことがあったりとか、明らかに僕はね、業務で絶対使っていくだろうというところにはなってくるので、それに見合ったね、価値といいますか、そこのね、投資価値は絶対あるなと思うんですけれども、ぜひね、よかったら参考にしてもらえたらなと思っています。で、一応購入検討の方にね、注意点をお伝えしておくところがいくつかありまして、まず充電ケーブルですね。はい、これが、ちょっと別途必要になってしまいます。プラウドノートプロは裏面のね、ここに、こんな感じの電子接点があるので、ここにね、こんな感じではめてあげて、USB-C で充電するといった形なんですよね。ちょっとこれがね、やっぱ専用のものいるっていうのがちょっと不便ではありますよね。やっぱり一番の理想はこのまま、もう T2 というか、マグセーフでね、こうやって充電できたらいいんですけど、これ自体をね、充電するためには、専用のね、ケーブルが必要になってくるというところ。で、プラウドピンの方もね、同様にですね、こっちも、こういった感じの端子とかがあって、これを、はめてあげたら充電できるっていうのはあるんですけど、これね、ここの2つで互換性がないんですよ。ここもね、ちょっと僕両方使っていきたい身からすると、やっぱちょっと残念ではあるかな。でもね、充電は持つので、めっちゃ頻繁にやるわけではないのでね、許容範囲かなとは思ってはいます。で、あとね、これはアップデート期待したいところなんですけど、事前入力機能が欲しくて、事前にね、この会議はこういったもので、出演者この人、名前みたいな感じとか、ある程度ね、要約する前から、録音する前から、いろんなことをね、入れ込む機能があったらね、より精度がちょっと分かりやすく、そのままね、転用できることが多く増えるかなと思うので、そういったね、ところの機能もアップデートされるのを僕はね、ちょっと期待していたりしています。はい、という感じかな。ちょっと長くなってしまいましたが、僕今すごくホットで、ちょっと熱くて、ご紹介させていただきましたが、このね、小型エアボイスレコーダー、よかったらね、ちょっと概要欄のリンクから興味の方はね、ぜひチェックしてもらえたらなと思っております。はい、というわけでね、続いていきましょう。次が、じゃじゃん。こちらでございます。ちょっとめちゃくちゃ大きいんですけれども、なんか花束みたいになってるけど。はい、これ何かっていうと、逆側のね、ソフトボックスなんですよ。これライトをね、使うときにめちゃくちゃ便利で、アリオンって読むのかな、ちょっとメーカーも僕全然わからないんですけど、逆八角形のソフトボックスになっています。これね、何かというと、これワンタッチでね、開けるんですけど、はい、こんな感じ。わかります？こうなってて、こっちがこうなってるんですよね。はい。なので、このまま天井にぶっ刺すと、ぶっ刺すというか上げると、逆なんですよ。本来ソフトボックスってこっから光出すのが、ここに遮光っていうかね、こっち側から光を漏らすみたいな感じになってる。逆っすよね、めちゃくちゃ。要はこれね、ライトを天井に向けて打つだけですごい拡散してね、明るく、照らすことができると、そういったものになってます。めちゃくちゃシームレスですごく使いやすいんですよ、これ。で、ワンタッチで、はい、閉じることができるといった形になってるんですよね。このね、クイックリリースシステムもめちゃくちゃいいし、あとボーエンズマウントのね、かましがあるので、これを、入れてあげれば、はい、これでね、ボーエンズマウントで使うことができます。いや、これめちゃくちゃ良くて、僕ランタンとかね、ソフトボックスいっぱい使ってたんですよ。ただ、やっぱりね、オフィスのこのね、スタジオのね、すごい存在感になっちゃうというか、場所めっちゃ取るわけですよ。なので、これも天井にポンって隙間にね、入れてあげることができるだけでもめちゃくちゃいいし、拡散力結構あるので、いや、これね、買ってよかった。価格1万円ぐらいで買えるんですけど、ぜひね、これマッチする方、使ってみてください。強いて言うならば、真上にね、やる分にはいいんですけど、なんか角に向かってね、ちょっとやると、いい感じにははまらないっていうのはあるので、そのね、専用設計がさらにあるといいなと思うんですけど、僕、ナンライトのね、ランタンとか使ってたんですけど、あれでかすぎるので、全然こっちでね、いいなって感じがするので、はい、ぜひよかったらね、これ使ってみてほしいなと思います。はい、というわけでね、続いていきましょう。次がですね、じゃじゃん。
バックパックホルスターになってます。これウランジのね F38 の、バックパックホルスター言えたかなはいになってるんですけど、これねいいっすね。これ皆さん使ってる方います？結構してる方多いと思うんですよ。要はバックパックのここにつけてこうカメラをねガッチャンガッチャンできるみたいな感じのものになってるんですけど、いやこれねよかった。最近使い始めたんですよなかなか今まであんまり使ったことなくて、いやなんかあんまりね乗り気にならなかったんですけど、いやこれ絶対これねもう全メンバー分買おうかなと思ってるぐらいなんですけど、例えばねこんな感じでバックパックがあるんですけど、大体ねこの PGY テックとかねここにつける用のところがあるんで、ここにつけてあげたらいいんですけど、付け方もねめっちゃ簡単で、こう開いてあげて、でここですね、これをね間に入れてあげるとこんな感じね。でこれをねパタ閉めてあげます。はい、でこの状態でカチッとねはめてあげると、これだけ、はい、これでめちゃくちゃしっかりとつきます。もう取れないぐらいですね。でここに要はクイックリリースがあるので、これをねパンってやってあげたら出てくると。でカメラにこれを取り付けてしまう時にカシャンと入れてあげれば、ここに安定してくれるといった形になります。でバックパックね背負うとこんな感じになってると。ちょっとなんかつけてみようか。あらかじめねカメラに取り付けておいてあげれば、でこれではいつけると。で手が離せる。これめっちゃ良くないまあね使ってる方も多いと思うんですよ。で取り外す時はこんな感じでワンタッチでここのボタンを押しながら上に引くだけで取れると。なんで使わなかったのな今まで。知ってたよ存在は。知ってないけどなんでなんやろね。使わなかったな。早く使えばよかったと後悔です。でこれ自体も取るのはすぐできるので、こんな感じですぐに取ることができます。だからね全然今日このバッグっていう時に、付け替えてできるので、全然2個とかはいらないと思う。1個あれば正直全然十分なんで、両方にねつける方はもしかしたらいるかもしれないけど、僕らは一旦1個でいいかなって感じかな。でとはいえね、僕まだこれ3回ぐらいしか使ってなくて、今のところ満足はしてるんですけど、ちょっと長いね使用レポートではないんでちょっとあれなんですが、ぜひね興味ある方はね、チェックしてみてください。ただね値段が高くて1万円ぐらいするんですよ。意外と高くないこれウランジさんのやつで1万ぐらいだから、 PGY テックもうちょい高いんちゃうかな。はい、どっちでもいいと思います。プレートを使ってる方でいいと思うんですけど、こんなものがあります。でもセール対象になってると思うので、今のところ分からへんけどね、ぜひねこの機会にゲットしてみてください。はい、というわけで続いていきましょう。次がじゃじゃん、こちらでございます。はい、これカードリーダーになっていますね。これ OWC さんの CF エクスプレスのカードリーダーになるんですが、これねA と B 両方いけちゃいます。これが良くて、これね僕結構前から使わせてもらってたんですけど、こんな感じで、はい、付属品としてこんな感じのね A2C アダプターっていうものがあるんですよ。これも入ってるんですね。こんな感じのものに入ってるんですけど、これがねタイプ A の変換を役割を果たします。これちょっと裏側にこうやって入れてあげるとこんな感じでできるんですね。はい、なのでこれで B も A も両方とも対応したカードリーダーになってます。で速度がサンダーボルト4のね対応になってますし、このサンダーボルト4の 40Gbps のなおかつ 240W まで対応できるケーブルも付属されてるんですよね。なのでこれ1個で本当に爆速、理論値的には最大5000メガ、さすがにそんなに出ないですけど、でもこのね速度で Mac をつないで爆速のねカード転送ができると、これ良くないですかOWC さんってねレッド推奨の CF エクスプレスでもあったりするんですよ。OWC 自体はアメリカのねメーカーだと思うんですけど、レッドが推奨するほどのね信頼性があるというところもあるかなと思ってるので、僕たちね C も A も両方使いますから、ブラウノが B で、FX 系が A とアルファも A と、ちょっとだるってところであったんですけど、ネクストレージのねものも使ってはいるんですけど、やっぱ1台で2役できるっていうのが良くて、ちょっとこれをね最近は使っていたりしています。ただ1個物申したいのがありましてね、価格上がってるんですよ。いやなんでなんでメモリ高騰とかでさメディアとかが上がるのは分かるんですけど、なんでカードリーダーが上がってんのっていういろんなねこの最近の状況の中すごくね頑張って価格をね抑えめにしてくれたりとか、セールをねしてくれたり、僕はねすごく普段から使ってる好きなメーカーなんですけど、メモリコートにつられてこのカードリーダー上がるんかなっていう、ちょっとそこ突っ込みたいなんでだろうね。カードリーダーも上がる理由があるのかな。はい、ちょっとあんまりわからないんでね、はい、ちょっと素人なりのあれにはなっちゃうんですけど、今の撮影時点で1万7000円ぐらいなので、はい、安くはないんだけど、やっぱ1個あるとね、しかもめっちゃ小型やないですか。はい、こんなコンパクトなんで、価格がでも上がってるのはなぜかちょっとね説明が欲しいなというところではあるんですけど、はい、こういったねところがあったりしています。ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。はい、というわけで次行きましょう。6つ目ですね。次がやっぱりこれですね。じゃじゃん。はい、アンカーの
サンダーボルト5ドッキングステーションになっています。これね、もうちょっと動画でね、取り上げてるので、より詳しく見たい方はね、ぜひこっち見てほしいんですけど、サンダーボルト5ドッキングステーションですよ。今のところこれがやっぱ一強で出てきてるのかなといったところで、そもそもあんま出てないってところで、さっきのはサンダーボルト4です。こっちはサンダーボルト5になっています。はい、次世代規格ですよね。ドッキングステーションということなんで、一番気になる、スロットというか、端子類見ていきましょう。まず、イヤホンジャック 10Gbps と 10Gbps、45、トータル 45W 出力の USB-C が2つありますね。で、10Gbps のタイプ A もあったりしていますと。で、裏面に USB-A の 10Gbps、ここがまたさらに2つと、2.5GB のイーサネットですね。で、HDMI とディスプレイポートが、どっちかを使うことができる端子が1個ずつあるのと、サンダーボルト5のポートが裏に2つで、コンピューター側、PC 側の給電のものが1つと、で、ここに電源のね、ものがあったりするといった形ですね。どうですか？いや、これ結構ね、僕良くて、タイプ A があるのでね、僕はロジボルトとかもね、常にね、こんな感じでつけてたりするんですけど、結構めっちゃ少ないわけでもなく、めっちゃ多いわけでもないっていった感じなんですけど、充実した内容で、サンダーボルト5に対応しているっていうのがいいところですね。で、側面にマイクロ SD と SD も入ると。ただこれ UHS-1 というね、めちゃくちゃなんでやねんっていうところなんですけど、なんで1なんだよって感じではあるんですけど、UHS-1 の SD が入るところになってます。合計 14in1 のね、サンダーボルト5のドッキングステーションで、8K のね、映像転送にも対応しています。Windows では最大 8K なんですが、Mac では実質最大 6K とのことですね。で、サンダーボルト5ですから、最大ね、120Gbps の超高速データ転送ができるようになります。で、最大 140W のアップストリーム、MacBook Pro とかの急速充電もできるとね、結構なハイパワーなドッキングステーションになってますよね。で、僕がすごく好きなのは、これね、アダプター内蔵なんですよ。だから、ここからコンセントにまでもうケーブル1本でできちゃうんですよね。アダプターが内蔵になってるから、デスクもすっきり、配線すっきり、こうやって置いておくだけで、モニターの下に置いておくだけでフル稼働できるといったところ、すごく好きですね。僕も3ヶ月ぐらい使用してるので、いろんな欠点というか、ちょっとなっていうところは実際にあって、それがやっぱりサンダーボルト5が裏っていうところですよね。サンダーボルト5ポートがやっぱ前にも来てほしい。てか、前にでも裏でもいいのか。1本ずつぐらい両方あればね、より使いやすかったなっていうところはあったりはするんですけど、ただね、でもこのコンパクトさとか、あとアダプター内蔵によって、すごくね、デスクを邪魔しないぐらいのね、感じがある。で、冷却ファンも搭載されていますので、そんなに今のところめちゃくちゃ熱くなった記憶はないので、いや非常にね、これ気に入って使っていますね。これをね、導入した理由が、やっぱり M3 ウルトラの Mac Studio をね、今使っていますので、メインで。あれはもうサンダーボルト5に対応してるんですよね。で、サンダーボルト5の PC と、で、あとサンダーボルト5に対応させた、SSD を自分たちでも作っていますと。で、それを使って本当にね、映像の転送を早くしたいっていうので、これを使ってあげているので、結構実測値でもこれぐらいのね、結構早いね、データ管理ができているんでしょうね。やっぱりこの Mac のね、サンダーボルト5を活かしていきたいというところで導入したんですが、これはね、マジで良かったかな。ぜひね、動画詳しくね、出してるので見てもらえたらと思うんですけど、これはね、本当に1個ね、上のデータの、ロマンに近いんですけど、楽しいところに行けた気がしています。個人的にはね、SD スロットが UHS-1 であるということ、あと M.2 の SSD でこうね、1枚ぐらい入れれたらね、より良かったなっていうところはあるんですけど、おおむね気に入ってるね、ものになっています。価格はね、49,000円とかなり高いんですけど、でもね、僕が買った後ぐらいにセール対象になってたりするので、セールで買うのが一番いいかな。ブラックフライデーの時に3万4,000円ぐらいまで落ちたのかな。定価よりもやっぱセールでね、買ってあげるといいかなと思う。そんなね、ものになっております。はい。めちゃくちゃ気に入ってる、これは。はい、というわけでね、それでは最後いきましょう。最後が僕が今見ているこれです。じゃじゃーん。はい。このモニターなんですよね。今僕の俯瞰撮影のモニタリング用のモニターになっていました。こちらは Galaxy タブレットの A9 プラス Wi-Fi モデルというね、グラファイトカラー。そこはどうでもいいんですけど。はい。タブレットですよ。はい。これめちゃくちゃ良くて。で、実はですね、このモニターもだし、実はね、こっち側にも、はい、こんな感じで、ここからね、今ちょっと撮ってるんですけど、はい、モニターがもう一個あるんですよ。でこれが要は一番ね、僕が自分を見ながらね、撮れるというモニター。これはね、Xiaomi のタブレット、Redmi Pad SE かなっていうものと、最近新しくね、こっちの Galaxy の方も
買って今ねこっちも使ってる、こっちは俯瞰撮影で使ってるというようなものになっています。正直ねもう何でもいいですよ。安い格安タブレットどうですかっていうような提案がしたいわけで、シャオミであろうがギャラクシーであろうが何でもいいんですけど、ただ iPad 高いじゃないですか。 iPad のサクサクがね使えたらいいんですけど、ただモニタリングするだけのためのものなんで、全然安くていいかなっていうのと、全然問題なく使えてるというところで、これをねちょっと紹介したいんですね。ほんまにこれ良くて、やっぱりねこうやって俯瞰撮影の時にね自分がセンターがどの辺かっていうのがね出しやすかったりとか、ちょっと寄った撮影の時とかにねピントが来てるかなっていうのも、全部ねこのモニターで見ることができるんですよ。で今このモニターのね、右下部分にこのレックボタンの停止ボタンがあったりするので、こっからね、録画開始停止もできたりとか、今の ISO シャッターホワイトバランスにどれぐらいでね撮れてるのかっていうのも全部ね管理することができます。でこれはねモニター&コントロールというアプリを使って、接続をしてあげることによって、今ここから7.5が出ていて、こっちには FX2 のねものがもう両方とも出てるといった形になります。正直ね撮影現場で使うほどのものではない気はしています。やっぱりどっちかというとやっぱ YouTube 系の、ね、もので、正直ねラグはあるし解像度はめっちゃいいわけじゃないんですよ。ただやっぱり大画面で見ておきたい。でなおかつ充電システムがね Type-C 一歩刺すだけで全部終わるので L バッテリーいらないっていうのもでかいし、 HDMI 刺さんでもいいっていうのがでかいし、僕はねもうずっとこれを使ってる。でタブレットなんで充電ってさそれなりに持つじゃないですか。もう全然4時間5時間とか余裕で持つわけですよ。なので一回ね充電してしまえばもうずっとね結構な長い間使うことができるので、実際に今ケーブル刺さずに使ってるので、なので撮影までにね一回充電しておけばいいというところで、これほんまに気に入ってるねシステムですね。なので僕の方から見るとこんな感じですね。はい、ここに俯瞰用があって、こっちに、はいメインのモニターがあるといった形ですね。でプロンプターもあるといった形ですね。はい、実際にね手元に持ってくるとこんな感じで、もちろんフォーカスとかもねこっちでいじれますし、レックここ押せば止めるし、止めないけどね今ははいめっちゃこれすごくね管理がしやすいものになっていますと、これはね11インチのね軽量 480g のねものになっていて、実はねこれ顔認証もついてます。なので、この起動した時に顔認証で開けることができるっていうのもすごくね僕は気に入ってるところ。プロセッサーみたいなところはねスナップドラゴン695っていうのかな、ちょっとあんまりわからないですけど、正直サクサクではないですね全然iPad とかと比べたらもう全然って感じではあるんですけど、でもねもう十分これぐらいのね用途であれば、はいそんなにね超ストレスがあるわけではないんで、僕はね許容範囲かなと思っておりますね。でストレージはねマイクロ SD も対応していたりとか、もともとでも 256GB ぐらいまであるのかなといったところで、ベゼルみたいなところはそれなりにあるとは思うんですけれども、でもねほんまにモニタリング用であれば全然いいんじゃないかなと思うし、あと最近あった現場ではねもうクライアントさんにこれ渡してたよね。そういやそれでこのままねちょっと今こんな感じですみたいな感じで渡してたりとかねあった。飛ばしのねシステム作るのもめんどくさいって時とかには、簡単なね、共有用にも使っていたっていうのはあったりしました。なんといってもね3万円ぐらいの価格でねこのクオリティなので、いや十分ですよね。でよりね低価格に行くならレドミパッド SE 今ね使ってるものとかの方がおすすめだったりするし、バッテリー容量はそっちの方がね 1000mAh ぐらい大きかったりするのかな。一覧表にするとこんな感じですね。レドミパッドの方がね、容量は多いのと、で今ねレドミパッド SE2 が出てるんですよね。これがね一番正直いいかな。今からならこれかなって感じがあるんですけど、レドミパッドのやっぱコスパの良さっていうのがやっぱ出てきますよね。ギャラクシーも3万ぐらいと非常にね十分なクオリティだし、セール時で2万8000ぐらいで購入して、定価は3万5000ぐらいするんですけど、もはやセール以外でやっぱこれも買わないでほしいんですが、でも3万弱でこれらが買えるので、いや結構ねほんと有意義なものだと思いますよ。でギャラクシー、レドミパッドどっちがいいかっていうところで言うと、ギャラクシーはギャラクシーの OS があるんですよね。やっぱそこが強くて、ギャラクシー端末を使ってる方からするとやっぱりねすごく使いやすいところはあると思うんですよ。設定のね項目一つとってもそうやし、この画面のね分割とかちょっと僕あんまり詳しくは分かりませんが、いろんなところでギャラクシー端末のところの恩恵っていうのはやっぱあると思うんですよね。ただレドミパッド2だと 2.5K のね高繊細なディスプレイで一番解像度がこのクラスでは高いっていうのと、あとバッテリーがさらに 9000mAh あるっていうので、よりね長持ち。ただちょっと容量は重くて 510g、 ただ誤差かなとは思うので、正直どれでもいいです。はい。安くてねちゃんとモニタリングできたらいいかなと思うので、
で、ぜひねよかったらこれ検討してみてください。で一応ちなみにモニター&コントロールってマルチカメラにも対応してるんですよ。なので、今ね3カメで撮ってるんですけど、これらをね1画面に入れることができます。ただこう4分割って言うてねちっちゃいんですよね。なので僕はしっかりと見たいので1画面ずつタブレットを置いてるといった形です。ゆくゆくはねこっちの長玉で撮ってるねカメラも、この辺にね置いておこうかなと。ほんなら全部見えて撮影がやりやすいんでね、ほんなら編集でね画角の調整後からしなくてもいいと、自分がセンターに持っていけることができるっていうのがあるので、そういったいろんな用途で本当に愛用します。このレドイパッド iPad より使ってますからなんなら iPad Pro とか iPad Air とかよりもなんなら使ってますから、はいっていうぐらいねめちゃくちゃ愛用してるものなんで、どれでもいいんでね、本当にちょっとねそれの用途良さそうだなって思う方、特にソニーカメラ使ってる方はこのモニター&コントロールマジで素晴らしいんで、よかったらね使ってほしいなと思っております。レック止めましょう。止めれました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回かなり実用的でさ、しかも結構低価格なものでご紹介できたんじゃないかなと思います。今回どちらかというとカメラ周りで使えるものが多かったかなと思うんですけれども、でもね今回クラウド製品を扱ったので、カメラ、ガジェット、IT とかいろんな仕事をねしてる方にも役に立っているものも紹介できたんじゃないかなと思っております。ぜひねプラウドノートプロも含めて、今回紹介したもの概要欄にリンクを載せておきますので、興味ある方はねぜひチェックしてもらえたかなと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。